こんにちは、高橋です。今回は分割日本一周の特別編ということで、冬の北海道宗谷岬を目指すドライブ、これに出かけたいと思います。今回はですね、岡山県から出発して京都の舞鶴港からフェリーに乗って北海道の小樽までフェリー旅をします。そこから北海道をね、雪道ドライブをして宗谷岬を目指していくっていう、そういう感じで今回は旅をしていこうと思います。今回はね、冬の北海道、そして宗谷岬を目指す旅です。それじゃあ北海道へ向けて出発です。それじゃあ出発していきましょう。12月上旬、気温は9度。今回岡山県津山市の道の駅久米の里から出発です。ここはね、ゼータガンダムがいる道の駅として有名です。それじゃあ行きますか。北海道の旅じゃ。冬の北海道どんな感じだろうね。行ってみましょう。はい、岡山県の津山市国道53号線を走っています。今回は分割日本一周の特別編、冬の北海道ドライブとしているんですけど、北海道はですね、また来年の夏あたりにも行けたらいいなと思ってます。ですので今回は特別編、冬の北海道ドライブっていう感じにしています。で、今回は北海道の宗谷岬を目指して走っていくんですけど、北海道の西側あたりですかね、北海道の西側あたりドライブしていけたらいいなと思ってます。僕にとって冬の北海道は未知数なところがありますので、どんな旅になるのかっていうのは想像もつかないんですけど、楽しい旅にしていきたいなと思ってます。で、今日の目的地なんですけど、今日は、岡山県から鳥取、京都と走っていきまして、京都の舞鶴港のフェリー乗り場、これを目指していきます。舞鶴港からね、新日本海フェリーっていうのに乗って21時間の船旅を経て北海道の小樽港まで行けるんですけど、今日のところは京都の舞鶴港のフェリー乗り場を目指してドライブしていきます。久しぶりのね、ロングドライブ、しかもフェリー旅ですからめちゃくちゃ楽しみなんですけど、皆さんはね、こたつでぬくぬくしながら、みかんでも食べながら、お酒が好きな人はお酒でも飲みながら、僕の北海道ドライブ見ていただけたらいいかなと思ってます。久しぶりの船旅じゃ楽しみだな。じゃあ行きましょう。さあ、ちょっと雲行きが怪しくなってきていますが、国道53号線、鳥取県と岡山県のちょうど県境あたりまで走ってきました。これからね、ループ橋を渡ってどんどん峠を登っていきます。まだ雪はないですね。この辺り冬になると結構雪が降る地域なんですけど、まだまだ雪が降る時期ではないみたいですね。さあ、長いトンネルを抜けて、ここからですね、ここから鳥取県の智頭町です。鳥取県入りです。気温5度まで下がってるわ。結構寒いね。鳥取に来るのは中国地方ドライブぶりじゃな。久しぶりに来ました、鳥取県で。今日はそうじゃないせっかく鳥取に来たけ、鳥取砂丘寄ってから京都の方に行きましょうかね。通りを下ってこんな鳥取市内、そして鳥取砂丘を目指していきましょう。さあ、バイパス走って順調に鳥取市内まで来ました。国道29号から国道9号線、京都方面へ右折していきます。僕はね、この鳥取の街で今から5年ぐらい前かな、この Z を買ったんですけど、それからね、ことあるごとに鳥取の街には来てますね。今鳥取砂丘の駐車場に来てるんですけど、あそこにリフトが見えるじゃないですか。結構ね、人が乗ってるんですよね。僕リフト乗ったことないんですけど、せっかくなんでリフトに乗ってみようと思います。よっしゃ、それじゃ行きましょう。ちょっと風が強いかな。どんな感じじゃろうね。出ましょう。はい、
鳥取砂丘来てるんですけど、風がバッチリ強くて砂が目に入って痛いですうわー寂しい、バッチリ寂しい。砂が痛いんでまたリフト戻って帰りますはい、鳥取砂丘のリフトはねすごい面白いなって感じです。往復400円なんでね、興味ある方乗ってみてください。本当ね、リフト乗るのは楽しいんだけど、ほんま風の強い日の鳥取砂丘は目も開けられんですね。はい、そんな感じでした。はい、本当にね寒いのはいいんだけど風が強いのはどうにもならんですねまあでもね、鳥取砂丘のリフトが結構楽しいっていうことが分かったんで、まあよしとしましょう。それじゃあ今度は国道9号線で京都方面目指して走っていきます。時刻は15時です。今日はね22時頃までにフェリー乗り場に行かなきゃいけないんで、まあこれから淡々と走っていきます。目の前砂丘が見えるね。今日はね荒れてんねーって感じだったよ大荒れの鳥取砂丘でした。はい、行きましょう。気を取り直していきましょう。さあしばらく走ってきまして、ここにですねコインスナック富士っていうものがありますね。ちょっと寄ってみましょう。噂ではここに自動販売機じゃない自販機うどんがあるみたい。あるねやってるかな。よっしゃ行ってみよう。あと言い忘れてたけど、さっき兵庫県に入りました。こちらコインスナック富士さんです。よいしょ。おー、やってるのかな。明かりがついてるからやってるんじゃないかな。きつねうどんか。よっしゃ。できた。はい、こんな感じですね。うまそうです。いただきます。いただきます。気温が4度で結構寒いですね。うまそうじゃん。うまい。うまい。はい、自販機うどんうまかったです。それで津山の北天まんじゅうでねおまんじゅう買ってきたんで、これも食べます。この黒糖のまんじゅうでね津山に行った時はいつも買ってます。もうこのおまんじゅう1個しか売ってないお店なんですよ。で1個60円で地元の人に愛されてるおまんじゅうです。あっさりした甘さで美味しいです。それで舞鶴港まではあと120キロぐらいみたいです。3時間4時間ぐらいかな。4時間ちょっとで着くんじゃないかと思うんですけど、のんびり走っていきましょう。舞鶴の町まで来ました。今赤レンガ博物館の横を走ってます。でフェリー乗り場はここ左折です。今ね休憩しながら来たんで時刻は22時20分。乗船の時間までもう少しっていうところです。よっしゃー、フェリー乗り場に到着じゃー。ちょっとね途中道迷ったけ300キロぐらい走ったかな。よっしゃ、フェリー乗り場到着です。北海道小樽行きの新日本海フェリー乗り場です。もうねここまで来たら半分北海道に行ってるようなもんだよね。
よいしょ、フェリーの乗船を待ちましょう。はい、フェリー乗り場到着して今フェリーを待っています。いつもはね23時頃乗船開始なんですけど、今日は天候の関係でフェリー遅れてるみたいで1時から乗船開始になってます。このフェリーはね何回か乗ってるんですけど、今回初めてスタッドレスタイヤの装着を聞かれました。もちろんねスタッドレス履かせてますけど、なんか今回はいつもとは違う北海道旅になりそうだなっていう予感がしてます。北海道に着いてから旅が始まるっていうんじゃなくてもすでに旅が始まっていますしね、物事っていうのは結構前の段階からもうすでに始まってますよね。なんかねやりたいことがある時はね、それがたとえ先のことであってもそれを考えている時点でもう始まってるんですね。もうすぐフェリー乗船です。フェリー乗船できました。ここはフェリーの中のカフェテラスなんですけど、人っ子一人いません。もう2時過ぎてますから皆さん寝てらっしゃるんでしょうかね。じゃあここで出港前のビールを飲みます。札幌クラシックです。お客様へご案内申し上げます。本船ただいま小樽港へ向け舞鶴港を出港いたしました。防波堤を通過する際には船体が動揺する場合もございます。お足元、階段の上り下り、ドアの開閉などには十分にご注意ください。フェリーが舞鶴港を出港しました。これから21時間の船旅で北海道の小樽港を目指します。北海道旅が始まります。フェリーが舞鶴港を出港しました。これから21時間の船旅で北海道の小樽港を目指します。北海道旅が始まります。それじゃあ今日はねビール飲んでこれからお風呂入って寝ることにします。フェリー旅終わったら北海道だな。旅の始まりはいつも楽しいです。じゃあビール飲んでお風呂入って寝ようかな。おやすみなさい。時刻13時頃の海の状態です。こんな感じです。向こう太陽が差しててちょっと綺麗ですね。はい、海を見ながらゆっくり時間過ごすのもいいものです。新日本海フェリーはねいいですフェリーが小樽の港に到着しました。それじゃあこれから下船の準備を始めます。いよいよ北海道です。さあ行こうか。よっしゃ小樽の町に上陸です。ちょっとフェリーの先頭だったっけあんま喋れんかったんだけど、なんとか小樽の町に上陸できました。で思ったほど雪はない感じですね。ちょっと道の端の方に雪があるかなっていうそんぐらいですね。はい。で、今時刻は0時で今日はね宿に泊まらないといけないんですけど、この小樽の町にはネットカフェがないみたいなんで、これから札幌の町まで行ってネットカフェで泊まろうと思います。うわー、こことが凍ってるんじゃないちょっとブレーキ、大丈夫、ウェット路面だね。気をつけながら走っていきます。
ガソリンが半分ぐらいになってたんで、ガソリンを満タンにしときます。寒いとこはやっぱ満タンにしといた方が安心ですね。セイコーマートで今羊羹パンっていうやつとミントハイボールを買ってきました。ハイボールはね今晩飲むことにして羊羹パンをいただきます。北海道にはセイコーマートがたくさんありますけどね、オリジナル商品も多いので本当に面白いコンビニです。でこの羊羹パンはこう上に羊羹コーティングされているんですけど、中はホイップクリームとクリームが乗っているという超高カロリーで美味しいパンですいただきます。甘えレモンね。札幌の町まではもう少しです。美味しい。はい、札幌市内に到着しました。札幌市内はねまだ雪は降ってないみたいですね。今日はここの快活クラブでゆっくり休むことにします。よいしょ。はい、翌朝です。今日はいい天気ですね。札幌市内今日はそんなに寒くないみたいです。今日も元気に行きましょう。はい、2日目スタートしました。時刻は朝の9時、気温は1度です。今日は結構暖かいかなと思ってたんですけど結構冷え込んでますね。はい、今日は札幌市内から北海道の北の方にある留萌っていう町を目指して走っていきます。札幌はね今のところ雪が全然ないんですけど、北に上がっていくにつれて雪があるのかどうか、そういうのもね気になるところです。で、今日はねまだ朝ごはん食べてないんでこれから朝ごはん食べに行きます。これから行くのは札幌にある三好野っていうチェーン店で、結構ね札幌では有名なチェーン店らしいんでそこで行って朝ごはん食べようと思います。はい、到着しました。三好野さんです。なんかね看板商品がカレーと餃子になってるみたいで、異色の取り合わせだなっていう感じなんですけど、どんな感じでしょうね。行ってみます。三好野で三好のセットを食べてきました。カレーと餃子のセットです。カレーは甘口と辛口が選べるんですけど、僕は気分で甘口を選びました。これはなんか子供でも食べられそうな感じのカレーだったんですけど美味しかったです。餃子はね皮がパリッとした本格的なやつで、それでカレーと餃子でセットで590円と値段も手頃ですので、札幌の人に愛されてるんだろうなと思いながら食べました。美味しかったです。はい、朝から餃子とカレーっていう異色の取り合わせでしたけど美味しかったですなんかね北海道はね独自のカレーチェーン店が多くあるような気がしますね。帯広にはインディアンっていうカレー屋さんありますし、札幌にはね三好のがあって、でほらスープカレーも確か札幌がこう有名じゃなかったでしたっけね。こうカレーの文化が盛んなのかなとかそういったことを思うある日の朝でした。はい、で、ここね国道12号を江別方面へ曲がっていきます。これからどんどん北上していくけど雪は増えてくるんかな、どうじゃろうな。まあのんびり行きましょう。はい、今岩見沢っていう町を走っています。街中ですけどご覧のように両脇には雪が積もってますね。何気ない街の景色ですけど、雪景色でちょっと変わった景色になってますね。はい、見てあれ岡山って書いてある北海道にも岡山があるんじゃな。いやーなんかねふるさとを見つけた気分になりました
はい、路面がねちょっと悪くなってますけど、今ね日本一長い直線道路っていうのを走ってます。直線が 29.2 キロにわたって続くらしいです。ずーっとまっすぐですねずっとまっすぐです。いやー、路面状況がこんな感じですね。なんかカフェオレみたいなね、シャーベット状の雪の上を走っておりますよ。車間距離を長くとってじっくりブレーキを踏んでいきます。まあね、地元の人の走り方を参考にしつつ走ってます。で、時刻は13時です。今日の目的地のルモイの町まではあと2時間か3時間ぐらいで着きます。今日はねだいぶこう余裕のある感じなんですけど、まあまあのんびり走って、で今日はしっかり休もうかなと思います。慣れない北海道の冬の道ですからね、じっくり宗谷岬を目指していきます。さあ、国道233号でルモイ目指していきます。ルモイまではあと32キロですね。時刻はまだ14時30分なんですけど、もう日が傾いてきたような気がします。最近は日没が早いですからね、日が暮れる前までにルモイの街を目指していきます。国道233号ルモイ向かってます。羽幌まで69キロ、ルモイ市街まではあと20キロです。ここはねとあるパーキングですけど、いい感じに雪が積もってて綺麗だったんで駐車しました。いいね、雪景色と Z もなかなかいいんじゃないでしょうか。ルモイ市街まではもう少しです。ルモイの町まで来ました。時刻15時30分です。今日はルモイの町にホテルを予約してるんですけど、その前にそろそろ夕暮れ時なので夕日を見に行きます。この先のね黄金岬っていうところから綺麗な夕日が見られるんじゃないかなと思うんで行ってみましょう。今日は夕日が見えるかな。うわー、でっけえ海が広がってきたわー綺麗じゃん。不意打ち食らった。あ、ここにいい駐車場があるじゃん。ここに止めて海を眺めよう。すごいな、夏とはまた違う風景なんだな。はい、今夕日が沈もうとしているところですね。遠くの山も雪がかぶっていて綺麗ですね。これが冬の北海道の景色なんですね。それじゃあ夕日が沈むのをもう少し僕は眺めています。車の中でね、寒い寒いよ。風がもう手強いから寒い。よいしょ。はい、黄金岬からの夕日でした。今ね時刻16時30分なんですけど、もうこんな暗くなるんですね。もう完全に夜ですよ、夜。で、これからねホテルへ向かいます。本当はね20時頃にチェックインが予定だったんですけど、思ったより早く着いてしまったんでね、チェックインを早めにずらしておきました。今日はね早く宿に着いた分ゆっくり休みたいと思います。はい、今日の宿に到着です。それじゃあご飯食べますかね。それじゃあ今日の晩ご飯を紹介します。こちらセコマのフライドチキン、そして札幌黒ラベル、あと道の駅で買ったウリュウっていう日本酒、そしてお弁当はこちらセコマのサバの塩焼き弁当です。いただきます。それじゃあまずはビールで乾杯しますか。今日はコップがあるんでコップについで、泡だらけになっちまう
それじゃあ2日目お疲れ様でした。乾杯。うまいうまい。本当にね、人は結構簡単に幸せになれるもんですねうまいです。でっかいサバの弁当ですね。これも美味しそうです。いただきます。でかくてうまそうなサバです。いただきます。うめえ、これめっちゃうめえ。こんなでっかいサバだもんな。そりゃうめえわ。うまっ。普通にうまくてびっくりしてます。日本酒もあるしな。乾杯。ちょっと上品な味がしますね。これも美味しいです。さあ、今日のご飯もめっちゃ美味しくて満足してるんですけど、また明日はね、北海道宗谷岬に向かってどんどん北上していきます。明日はどんな景色が見れるのか、また楽しみです。それじゃあ、おやすみなさい。おはようございます。3日目の朝です。今日もね、すっごくいい天気です。それじゃあ3日目行きましょう。今朝の留萌市内はこんな感じです。雪はほぼないですね。ということで3日目行きましょう。さあ行きましょう。時刻は9時40分。今朝の気温は5度です。今日は割と暖かですね。道の駅留萌を通過したところです。で、今日は留萌の町から、北へ上がりまして稚内の町を目指して走っていきます。稚内まではだいたい200キロぐらい離れてますね。そんなに離れてないんですけど、最近はね、日没が16時ぐらいですごい早いので、余裕を持った移動距離で今日はルート設定をしました。それじゃあね、稚内の方へね、オロロンラインとか走ってね、北上していきましょう。今日の旅の始まりはこんな景色から始まっています。海を見ながらオロロンラインをずーっと走っていく感じですね。いいね。昨日はね、雪景色を走って、今日はドライ路面をずーっと走っていけるのかな。北海道ドライブを楽しんでます。すごく楽しいです。さあ、しばらく走りまして、ここの道の駅でちょっと休憩しようかな。モビラニシン番屋で少し休憩です。よいしょ。去年の夏の北海道に来た時もここに止めましたね。よいしょ。少し休憩です。景色を見てみましょう。オロロンライン沿いの道はこんな感じで、海沿いの道をずーっと走っていくような、そんな道路です。今日の海は荒れているんかな。いつもこんな感じかもしれないけどね、海と Z も絵になるね今日はずーっとこんな調子で海沿いの道を稚内まで走っていきますよ。いいね。冬の北海道ドライブです。少し休憩です。さて、今時刻がですね10時30分で、今日もね朝ごはん食べてないんで、これからご飯を食べに行こうと思います。それでね、こっから20キロか30キロぐらい離れたところに甘エビファクトリーっていうのがあるらしくて、そちらに行こうと思います。それじゃあ早速行ってみましょう。さあ、しばらくまっすぐな道を走ってきまして、羽幌っていう町まで来ました。今左手に見えてますね。こちら甘エビファクトリーです。ここでね、なんか甘エビの美味しい料理を食べようと思うんですけど、やってるかな。甘エビファクトリーで甘エビ丼のセットを食べてきました。綺麗に盛り付けられた甘エビ丼と甘エビが入ったお味噌汁と、あとフライなんかがついてました。食後には美味しいソフトクリームもあります。
これね、甘エビがうめえわな、これは見てもらったらわかると思うんですけど、美味しいです。エビが食べられる人にはね、とてもいいんじゃないかなと思います。本当に美味しかったです。いやー、美味しかったです。甘エビを満喫しました。この辺りはね、甘エビとかタコがよく取れるみたいです。はい、さあ今度は手塩の町の方へまたね登っていきます。少しね道端に雪が見えるようになってきましたが、これからまた風景は変わっていくのでしょうか。しばらく走っていきます。時々休憩しながら走ってるんですけど、本当にねこのねオロロンラインは気持ちがええ道じゃわ。肩の力がこう抜ける本当にいいドライブルートですね。いいね。はい、手塩の町までやってきました。去年北海道に来た時はここでキャンプをしたんですけど、今日はずっと走っていって稚内を目指していきます。でこれから町を抜けて道道106号線海沿いの道で稚内を目指していきます。ここまで来てもね雪はあんまないですけど、まあ順調に走れるんでいいかなと思いながら引き続き走っていきます。道道106号線に入りました。利尻富士が綺麗に見えてますね。このねパーキングに止まってどう眺めてみますか、風景を。いいね、北海道はいいぜ。よっこい。利尻富士と一緒に写真が撮れるかなこの辺かな。それじゃあ豆港からの様子を見てみますか。上空からこんな感じです。海がよく見えるね。今日はほんとよく晴れてるね。遠くに利尻富士が見えます。よく見えます。そしてこの先は風車が立ち並ぶ道です。いいね、北海道は。いつ来ても北海道は素晴らしい。よっしゃ、それじゃあ走っていこう。よっしゃ、道道106号線走っていくぜ。稚内まではあと62キロだ。左手には利尻富士、そして右手には風力発電のプロペラが立ち並んでる。いいね、北海道を本当に感じられる、そんな場所だよね。すげえ風車の道を行きおるで。すごいぜ北海道。でかいな北海道。さあ道道106号線ずっと行きましょう。この道をずっと行って稚内の町に行きます。今日は稚内にホテルを予約してますのでそこまで行きます。ちょうどねもう空が綺麗になる時間帯で車も風景を眺めてるみたいだね。綺麗じゃんほんま。僕もどっか泊まって風景を見ようほんと綺麗じゃん。ちょっと待ってね。ほらこの車の人も写真撮ってる。わかる、撮りたくなるよね。綺麗じゃん。僕もどっか泊まれるとこないかな。ほらほら見てください。めちゃくちゃ夕日が綺麗だうわーぼって綺麗だ。今ちょうど沈むところじゃね。すごい。
利尻富士が赤く染まってるわ。いいよね。ほら見て、こんな道だ。こんな道でしかも夕日が綺麗なんじゃけ。すごいよ。すごい旅だ。はい、稚内のロシャップ岬に到着です。今ね、夕日が沈んだ後の綺麗な時間帯です。と夕日を見に行きましょう。よいしょ。綺麗な夕焼けだ。稚内のロシャップ岬です。すごい綺麗な夕日です。本当に今日はね、綺麗な景色をたくさん見れましたね。それじゃあこれからホテルへ向かいましょう。稚内のホテルでゆっくり休みます。よいしょ、こっか。よいしょ。さすがに寒いな。おお、こんにちは。よいしょ。今日の宿に到着です。今日はね、宗谷パレスさんでお世話になります。よいしょ。今日のお部屋に到着です。今日はね、和室です。結構広いな。なんか雰囲気ある旅館ですね。よし、今日はね、夕食付きのプランですので、夕食を待ちます。はい、今晩の夕食です。今晩は和食を中心とした料理で、一緒に日本酒もいただきました。煮魚とか小さいカニ、漬物、そして肉じゃが、あとはタコとかタイとかホタテのお刺身、そしてこの旅館によくあるこの小さな一人用の鍋。これはね、味噌味の鍋でとっても美味しそうなものです。この晩ご飯ね、ご飯のおかわり自由でしたので、2杯ほどご飯をおかわりしておきました。やっぱり冬に備えてたくさん食べないとね、寒いからね。お酒もいただきました。最終航路っていう名前のお酒だったかな。とても美味しい日本酒でした。すごくゆっくりとした晩ご飯でした。美味しかったです。はい、美味しい晩ご飯を食べてお風呂にも入ったところです。でね、風呂上がりのビールいただきましょう。乾杯。よいしょ。うまい。なんまらうまい。明日はね、宗谷岬に行きます。いよいよ宗谷岬です。その後のことは特に考えていないですけど、とりあえず明日は宗谷岬を目指していきます。それではおやすみなさい。さあ、今日も出発していきましょう。今日も雪はないですけど、路面は凍ってますので、日陰は注意して走っていきます。よっしゃ。それじゃあ4日目スタートです。時刻は朝の9時。今日の気温は0度です。ちょっとね、この稚内の宗谷パレスの方とお話をしてたんですけど、12月上旬のこの時期に雪がないなんて本当ありえないことらしいですね。11月上旬に降った路肩の雪とかは雨で溶けることはあっても、お天気が良くて溶けるなんてまずないし、この辺は常に風も強いのに風もなくて穏やかだし、本当にね、お客さんはいい時に来られましたねって、そう言われました。はい。でも気をつけて、走っていきます。今日は宗谷岬ですね。ついに日本最北端の地宗谷岬を目指して走っていきます。その後はね、あんまり決めてないんだけど、少しずつ南の方に南下していこうかなと考え中です。それじゃあ稚内の街を走っていきます。今宗谷岬へ続く238号走ってます。
海に突き出たこう岬へ向かっていく感じはねいつもいいんですけど、宗谷岬は日本最北端の地なんで、またね特別な思いがありますね。よーし、もうちょっとで最北端ずっと走らせていきます。今遠くにね宗谷岬のあれが見えてるかな、多分あれだと思うんだけど、いよいよ宗谷岬が近づいてきました。もうカーブを一つ抜ければ宗谷岬か。いやー来たぜいやーなんかドキドキしてきたんだけど、もう少しです。さあ着いたぜ宗谷岬。おー久しぶりだな宗谷岬。冬の宗谷岬言う気はねえけどあー着いた。宗谷岬に到着です。はい、宗谷岬到着です。あそこでちょっと写真を撮りましょう。宗谷岬です。 Z で来ました。冬の北海道日本最北端の地宗谷岬です。よっしゃ、それじゃあ宗谷岬を出ていきましょう。来ちゃったね、冬の宗谷岬最北端の地に来たね。よいしょで、今日はこれからねどこまで行こうか実は決めてないんですよね。なんですけどひとまず、南下していって、江差の町まで走っていこうと思います。まあそこから今日どのように進むかっていうのを決める予定です江差の町まではあと90キロですね。走っていきます。さあ今度は最北端から南下していきます。この辺りは日陰になっているせいなのか雪が残ってますね。なんかね雪があるところとないところ本当に景色がコロコロ変わって、そういうのを見どころですね。こういったところは凍結に注意しつつ走っていきます。今は大丈夫だけど朝とか夜は凍っちゃいそうなそんな路面ですね。よっしゃ、江差の町を目指して海沿いを走っていきます。冬の江差ぬか線はこんな感じです。雪は少なめですけどね、横の田んぼにうっすら雪が積もっていて少しね夏と違った景色に見えますね。であとはね、相変わらずこう先が霞むようなまっすぐな道なんですけど、夏と違ってこう人がいないですねここは人気な道路ですので夏だとバイクがね走ってたりするんですけど、今日は僕の貸し切りですさあ時刻は12時です。こちらにねちょうど北オホーツク浜頓別っていう道の駅がありますので、ここで休憩です。よいしょ、休憩。はい、道の駅で、美味しそうなクリームチーズのパンとショコラドーナツとあとね帽子を買ってきました。これ手編みの帽子らしいんですけどね、ちょうど頭が寒かったんで買ってきました。どうじゃこうか。お、これはええわじゃあパンを食べます。いただきます。中にチョコが入ってます。うちのクリームチーズはどうかな。いただきます。なんかさっぱりめのクリームチーズで上は甘いカラメルで美味しいです。ようこ
こそカニの町江差町へということで、江差の町に到着です。ひとまずここまで来たんですけど、これからですね、山の中、内陸の方を南下していきまして、音威熱府とか標別、名寄、そういったところに目指して走っていきます。今日泊まるとこ特に考えてないんだけど、もう時刻13時、日没まであと3時間ぐらいなんですね。明るいうちにこう山の中を走って町の方へ抜けていきたいと思います。江差の町は結構雪が積もってんねそれじゃあ走っていきましょう。さあ、ここから国道238号から道道12号線歌登方面へ右折していきます。ここからね、海沿いの道から山の中へと入っていくルートに変わります。どうだろうね、山の中越えていくからね、雪が増えるかどうかちょっとドキドキしながら走っていきます。道道12号線道端のパーキングに来てます。ここは一面雪だらけでね、ちょっと面白そうだったんで寄りました。でね、これが僕の足跡なんですけど、その隣によくわからない足跡があります。なんだろうねまあそんな感じ。休憩したらまた走り出します。それじゃ行きますか。雪と、ここはアイスバーになってるね。ここはトゥルトゥルだよ。トゥルトゥルだ。こういう雪の上は結構グリップしちゃうね。よいしょ、行きましょう行きましょう。冬ドライブね、楽しいね、今のところはねこの先どうなるかわからないけど、よっしゃー、下り凍ってるぜ。ちょっとブレーキ、意外と効くわ。大丈夫大丈夫。でも橋の上バリバリ凍ってるし、でもブレーキ効くわ。すごいなよいしょ。でも過信は禁物だ。気をつけて進んでいこう。今美深っていう町に向かって走ってます。時刻は15時です。そろそろ夕暮れの時間ですね。早いですね。今朝の稚内の宿の方も言ってたんですけど、名寄とか旭川の辺とか内陸部は雪が多いらしいんで、注意しながら走ってますけど、本当にね、雪が結構積もってて、一面銀世界を楽しみながら走ってますね。はい、順調に走行中です。少し道の駅で休憩してました。なんか外が寒いなーって思ったらマイナス3度だそうです。そりゃ寒いわけですね今日もね、夕日が綺麗だぜ。はい、それじゃあ旭川の街へ向けてずっと走っていきます。旭川の町にやってきました。時刻は17時40分です。今日はね、旭川の町のネットカフェに泊まろうと思います。昨日は豪勢に宿に泊まったんで、今日は節約ですなんかスーパーで何かご飯を買ってネットカフェに潜り込みます。今日もよく走った。はい、ネットカフェ到着です。今日もよく走りました。じゃあビールで乾杯。お疲れ様です。うまい。今日はお寿司を買ってきました今日はね 20% 引きだったんですけど、美味しそうだったんで買ってきました。ホタテいただきます。うまい。マ
グロいただきます。サーモンいただきます。それで今日はね、ダイヤのエースっていう漫画を読もうと思いますね。北海道野球が熱くなりそうですからね。それじゃあ明日も北海道南に走っていきます。どこ行こうかなそれじゃあおやすみなさい。今日もいい天気です。 Z が凍ってますねよし、それじゃあ今日も行きましょう。ついに来ましたよ。マイナス5度です。寒いね。通りで窓も凍るわけだぜ。よっしゃ、今日も気をつけていきましょう。よっしゃ、今日も元気にスタートです。旭川の街を走行中です。今日は9時30分から出発。気温はマイナス5度です。吐く息が白いそれでね、今日は富良野のあたりとか走りに行きたいなと思ってるんですけど、まず最初はですね、この旭川の町にある日本酒の酒造、男山酒造っていうのがあるみたいなんで、そちらに行って今日ね、日本酒を買おうかなと思います。はい、よっしゃー、到着しました。こちらが男山酒造資料館です。よいしょ。なんかね、いろいろ見学とかできるっぽいですよ。行ってみましょう。はい、男山日本酒資料館に行ってきました。こちらの建物の外には水を汲めるスペースがありまして、僕も水を汲んでおきました。なんかまろやかで口当たりのいい美味しい水です。それで建物の中は日本酒のことを詳しく知れたりとか、実際の製造現場を見れたりとか、いろいろあって面白かったです。それでもちろん日本酒も販売しておりましたので、いろいろ買ってきました。こちらはね、男山っていう純米大吟醸のやつね。これはね、お正月に家族で飲みたいと思いますあとね、これは今晩僕が飲もうかなと思っているカップ酒ね、これは純米酒。あとこれ今飲もうと思っている甘酒ですよし、甘酒はね、アルコールゼロ酒ね。他にも無料シーンができたりとかいろいろあったんで、日本酒好きな方は行ってみた方がいいんじゃないでしょうか。じゃあ甘酒乾杯。濃いさあそんな感じなんですけど、このね、日本酒資料館の中にこういったラーメン村のパンフレットを見つけまして、どうやらこの近くになんかラーメン屋さんが連なった施設があるらしいので、こちらに行ってラーメンを食べようかなと思います。ということでラーメン村に行きます。旭川ラーメン村に来ました。ここはラーメン屋が一軒一軒連なっていて村みたいになっています。で、僕は旭川ラーメンの青葉さんに行きました。醤油ラーメン食べたんですけど、具材はオーソドックスな感じで、味はね、結構濃いめというかしっかりした醤油味が効いていて、とても僕好みで美味しかったです。ごちそうさまでした。いや、本当にここはね、ラーメン屋さんが8軒ぐらい連なっているんで、僕みたいに観光で来た人にとっては本当にありがたいですよね。自分好みのラーメン屋さんに行けますからね、でもいいんじゃないかなと思いました。さあ、今度はですね、美瑛の方に南下していきます。なんかね、青い池っていうのがあるんで、そこで綺麗な風景を眺めに行きますかね。よっしゃ、行きましょう。見てあれ、ほんま山は綺麗だが青空に映えるね。うわ、向こうの山の方もすげえわ。うわ、真っ白、すげえここか、青い池入り口。よいしょ。駐車場は有料で普通車は500円みたいです。青い池は積雪のため見えませんって書いてあるごめん、見えません
親切に書いてくれてるね。はい、今ね係の人が本当に今雪が積もってて何も見えないよって言ってて、でも夜になったらライトアップするらしくって、夜に来た方が綺麗だからまた出直してみるのもいいと思いますよって言われたんで、アドバイスに従って出直すことにしましたということでこの辺りをちょっとぐるぐる走ってみようと思います。この先に望岳台っていうのがあるみたいだ。なんとなくさ景色とか展望が良さそうだからちょっと行ってみよう。うわー、上りでガリガリに凍ってんな。登れるかな。いけー。うひゃー、すげーオッケー、綺麗だ。こういう冬の景色が見たかったんよ俺はね。スタッドレスタイヤも活躍しとる。やっぱね、普通のタイヤじゃこんな走れんけんね。もちろんゆっくりゆっくり走ってますけど、ほらこんだけ路面がコロコロ変わるからね。で左のタイヤと右のタイヤでこう路面がさ状況が違ってたりするし、やっぱりゆっくり走るに越したことはないよねでもうこう話してるうちにもう路面変わってくるもんね。うわー、すげえ。いろんなことに感動してるよ。冬の景色と路面の変わりやすさとスタッドレスタイヤのこの威力っていうのにね、すげえよね。面白いよな。わー完全に雪の上走ってるよ。上り勾配ついてるけど今んとこ余裕で登ってるよね。これぐらいだったら登れるんだね。まさか Z もこんな道を走ることになるとは思ってなかっただろうなキャンプに連れ出されたり雪道に連れ出されたりサーキットに行ったりいろんなとこを走っているよ君は。わあ、左タイヤだけ凍って右ドライねえ、難しいよねこれ。スピード出してたら一発でなんか危ねえことになりそうだもんな。結構な上り坂だよこれ。登れるかなあ。いけるわ、頼もしい。映像では分からんかもしれないけど結構登ってるよこれ。でもほらね、タイヤがスリップすることもなく登ってらー。すげえ。わー、感動どこ駐車場。ここか。あー、着いた。わー、ここからなんか景色が見えるかな。すげえ、すげえ綺麗。すっごい綺麗。すっごい綺麗。よっしゃ、それじゃあ行きますか。望岳台を出ていきます。こういうアイスバーンでちょっとフルブレーキテストやっとこうか。ほう、おー、効く。いいぜいいぜしかしまあ綺麗だね。なんかね、スキー板を持っている人が結構いましたね。スキーをする場所なのかな。まあ本当にすごい冬の景色を見れてよかったよ。青い池にね、そのまま行ってたらここに寄り道することもなかっただろうからね、よかったよ。白ひげの滝のすぐ近くにあるパークヒルズホテルっていうところの温泉に入ってました。時刻16時過ぎです。そろそろ青い池のライトアップが始まると思いますので、また青い池に戻ります。
よっしゃー、再び帰ってきたぜ青い池。今度はどうかな。なんかやってるぞ、ライトアップ的なものをやってる気配がするよし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 。うわ、さっきより全然人が多いわ。やっぱ夜なんだね、冬の時期は夜が綺麗なんだろうな。じゃあ行こう。はい、青い池を出ていきます。なかなかね、幻想的な風景で綺麗でしたね。さて今日はこれから宿へ向かいたいと思うんですが、この辺はね、頼みの綱のネットカフェがないんで、また街を目指して走っていきます。しばらくナイトランです。それで今21時ぐらいですね。これから札幌の方へ行ってネカフェに泊まろうと思います。それじゃあね、街まで走っていきましょう。今日は男山の酒を飲もうおはようございます。高明です。時刻は朝の8時30分。今朝の気温は2度。今日は札幌市内からスタートしていきます。今日は札幌からスタートして函館の方まで走っていこうと思います。今日の目標はですね、函館にあるラッキーピエロっていうハンバーガー屋でうまいハンバーガーを食べること。あとできたら函館の夜景も見たい。今日はそんな感じで函館まで走っていこうと思います。で、札幌から函館までは300キロ以上離れているんで、今日は気合を入れて走っていくっていう、そんな感じですね。それじゃあ今日も走っていきましょう。12月半ばの札幌市内抜けていきます。今日は全然雪がないですけど、2月頃になるとこの辺りで札幌雪まつりが行われるそうです。まだまだ本格的な雪のシーズンにはもう少し早いというところでしょうか。それじゃあ札幌の街を抜けていきます。国道230号線中山峠を越えていきます。今日はこの中山峠を越えていくっていうことで、事前にこの路面状況のライブカメラを確認しておきました。カメラによると頂上付近でも路面に雪はない状態だったので、この調子で走っていけるんじゃないかなと思います。まあね、日陰とかは凍結してるかもしれないんで気をつけていきます。やっぱね、峠に入って登るにつれて雪の量が増えていってますね。はい、今日も気をつけていきます。さあ、だいぶ雪景色になってきましたね。この辺が頂上かな。で、ここに道の駅望洋中山っていうのがありますので、ここで少し休憩です。ここはね、峠の揚げ芋っていうのが美味しいらしいんで、できたら食べたいあるかな。さあ、芋売ってるかな。よいしょ、芋買ってきます。それじゃあ揚げ芋買いに行きましょう。お腹減った。舌は凍ってますので、ペンギンのように歩かないとこけます。で、これですね、年間40万本売れるらしいです。買いに行きましょう。はい、中山峠名物の揚げ芋を買ってきました。なんかね、この揚げ芋のキャラクター揚げポンっていうのもあったり、とにかくこの揚げ芋推しでしたね。
この中山通りに来たらこの揚げ芋を買うんだぞっていう、そういう圧を感じるほど揚げ芋をしてました。それじゃあいただきます。結構でっかいです。400円です。うまい。これは男爵芋にホットケーキミックスをつけて揚げてるような、そんな感じですね。すごい甘い香りがして、で芋はホクホクでうまいです。でこんだけ量もありますし、満足感も高いっていう、そういう名物になってます。うまいです。これお腹いっぱいになりそうだな。揚げ芋美味しかったです。いやー、2人で1本ぐらいでもちょうどいいんじゃないかっていうぐらいボリュームがありました。何せこうちっちゃいじゃがいもが3つ分ですからね本当はそばと揚げ芋でも食べようと思ってたんですけど、もう揚げ芋だけで十分お腹いっぱいになりました。はい、美味しかったです。それじゃあ230号肝別方面へ走っていきます。まあすっかり雪景色だけど、だんだんこの雪景色にも慣れてきました。今度はね、洞爺湖町方面向かって走っていきます。いやー綺麗だぜ。今ね、雪じゃのて雨が降ってきました。雨です。冬なんですけど雨が降ってます、北海道。はい時刻は12時、順調に函館の方へ向かって走っていってます。ちょっとここの西路展望台に寄り道です。ここは洞爺湖が見えるスポットで、あとね、猫がいたんだよね。確か猫が元気にしてるだろうか。ちょっと行ってみましょう。よいしょ。ここは去年の夏にも訪れました西路展望台です。洞爺湖がよく見える場所です。それでね、洞爺湖はこんな感じで、去年はね、この草むらのあたりに猫がいたんですよ。でもう草むら自体なくなっているんで、猫がいないんかなと思ったんですがあそこになんか小屋があります猫が入っているんかな優しい人がいるんだろうな。ちゃんと小屋が設置されてる去年あった子と同じかな。よし、洞爺湖の猫は元気そうでした。それじゃあ先を急ぎましょう。はい、今道端で休憩してたんですけど、たまたまですね、視聴者の方とお会いすることができましたね。まさか北海道に来てるとは思ってなかったみたいで、かなりびっくりされてましたけどね僕岡山の人なのにどこにでもおるやんみたいな感じかなまあでもね、お話できて本当に嬉しいことです。はい、いやちょっと元気になったんで、また引き続き走っていきます。はい、順調に走ってます。函館まであと110キロっていう地点まで来ています。路面はご覧の通り完全ウェット路面です。本当はね、12月半ばの北海道、きっと雪が降ってるんだろうなと思って、いろいろ用意もしてたんですけど、スコップとか、あと牽引ロープとか、あとチェーンとかね、非常食とかも積んでるんですけど、どうやら今回は出番はなさそうですねまあ安全が第一ですけどね。はい、ということで今日も予定よりは早く函館に着きそうですね。はい、そんな感じです。よいしょー、ラッキーピエロに到着しました。長い道のりだったが、ようやくラッキーピエロに着いた。それじゃあご飯食べ行きます。
ラッキーピエロでチャイニーズチキンバーガーと肉バーガーを食べてきました。チャイニーズチキンバーガーはなんか甘辛のタレに使った唐揚げが挟まったハンバーガーで、肉バーガーはパンの代わりに肉で挟んでいるという狂ったハンバーガーです。チャイニーズチキンバーガーは何とも言えない味で本当に美味しいです。僕が函館に来る理由の多くがこのラッキーピエロにかかってますからね。本当にラッキーピエロ僕は大好きです。で、肉バーガーは非常に肉々しいハンバーガーですね。これでもかっていうぐらい肉々しいハンバーガーとかもいうか、もはやハンバーガーではなかったですけど美味しかったです。ラッキーピエロはいつ来ても美味しいです。ごちそうさまでした。函館の町までやってきました。今函館山のロープウェイ乗り場の近くまで来ています。よいしょ、ロープウェイが見えてるかな。で、今からロープウェイに乗って函館山の夜景を見に行こうじゃないかという、そういったところです。よいしょ、Z 駐車場に停めてロープウェイで乗りに行きましょう。よいしょ。うわ、すげえ。ロープウェイで行くんだな。楽しみです。それじゃロープウェイ乗り場に行きましょう。すげえ。函館山からの夜景でした。相変わらず綺麗な夜景です。そしてこの函館の街も綺麗にイルミネーションされていて、すごく綺麗になってます。街全体が本当に綺麗な、そんな函館の街ですね。うわー、すげえいいね。冬だ冬を感じているよ。すごく綺麗だわ。街並みが綺麗でゆっくり走ってしまいますね。はい、そんな函館の街を抜けてまた今日の宿へ向かいます。今日はね、札幌から函館結構移動したのでゆっくり休もうと思います。それでは宿へ向かいます。はい、お疲れ様です。今日もねカフェです。ダイヤのエースの続きを読もうと思います。それじゃあ恵比寿で乾杯。お疲れ。明日は小樽へ行って、小樽からフェリーで再び京都舞鶴へ、そして岡山へと走っていきます。明日もね気合い入れて安全に走っていきたいと思います。それではおやすみなさい。さあ、今日は最終日です。今日は雪が降ってます。うわー、Z がちょっと埋まってら。ワイパーを立てとけばよかったな。雪見大福みたいになってる。じゃあ雪をどかしてから出発ですね。今日は函館から小樽の町へ行って、そこから小樽舞鶴間の新日本海フェリーで京都へ渡ります。その後は岡山へ走っていく予定です。最終日となった今日は少し雪が降っていたみたいで、これまでとは違う路面状況になりそうです。今日もね気をつけて走っていきます。今回の北海道旅で初めて雪が降ってます。それじゃあ行きましょう。おー、今日の路面こんな感じです。
発進の時にもうトラクションコントロールが効いたほど雪がもう降ってるし、路面も凍ってます。今までとは比べ物にならないような路面のコンディションです。いやー、気を引き締めていきましょう。すげえ、もうバリバリ凍ってるもんね。よいしょ、気をつけていくぜ。今日は11時スタートで遅めの出発なんで、これからお昼ご飯を食べに行きます。今日も昨日行ったラッキーピエロに行って、別れのラッキーピエロを食べに行く予定です。はい、行きましょう。路面状況こんな感じですね。この真ん中の茶色い部分はすごく危険なので、そこはあまり踏まないようにして、走っていきましょう。たった1日で景色が一変しましたね。よっしゃー、ラッキーピエロの総本店に到着です。ここでハンバーガー食べますか。いや、今日はオムライスにしようかな。よいしょー、到着。はい、こちらラッキーピエロの峠下総本店です。相変わらず面白い店内で、今クリスマス仕様になってました。で、座るとお金持ちになれるっていう大きい椅子があったんで、しっかり座っておきました。これで大丈夫だろう。で、今日は、チーズオムライスを食べました。このオムライスめちゃくちゃでかくてめちゃくちゃ量があるんですけどね、大変美味しくいただきました。もう食べたらお腹はもうはち切れなそうなほどいっぱいになりました。美味しかったです。いやー、お腹いっぱいになったぜ。すげえ量があるからね。このほんと美味しいラッキーピエロは大好きだ。函館はいいよね。ラッキーピエロがあるしね。よし、さあそれじゃあね、国道5号線小樽へ向けて走っていきましょうね。路面はご覧の通りですから、ゆっくり行きましょう。また会う日まで、また来るぞ。動画見てくれてる人もね、こういう景色が見たかったんじゃないかな。冬の北海道って聞いたらね。いやー、どうでしょうか。冬の北海道、明日出ているでしょうか。国道5号線海沿いの道を走っています。今だいぶこう、なんていうんですかね、吹雪いているっていうんですかね。岡山だとこういう状況にあんまならないのでわからないんですけど、とにかく雪がたくさん降っています。先の車とさらにその先の車は見えるんですけど、それ以降はもう見えないっていう、それぐらいの視界です。ですので、前の車にねつかず離れず車間距離保ちつつ走っています。速度を出しすぎずに車間距離空けてればそんな怖くはないっていう感じですね。はい、順調です。さあ、久しぶりの信号待ち。前を行くトラックが本当に慎重にブレーキで止まっています。できるだけ止まらないように止まってるって感じですか。さあ、久しぶりに信号待ち。発進でほんの少し滑りました。発進の一回り二回りさえすればこっちのもんです。よーしよしよし、発進も大丈夫。怖っ、凍ってそう。路面状況はかなりハードです。この前の車とね、後ろにトラックがいるんですけど、これらの車と運命共同体で走ってきます。みんなで頑張っていこうなっていう感じで。いやー、吹雪だねこれは。すごいすごい。うわ、前の車まで見えなくなってきちまったよ。いやー、すごいな。試される大地だな、北海道は。今ようやく吹雪が止んで晴れてきました。いやー、すごいね。
日が差してね、こう雪に反射してちょっと眩しいぐらいになってます。これだけ視界がいいと随分走りやすくなりますね。いやー、しかし雪の白い景色綺麗やな、ほんま。なんか心が無になるわ運転まで無になっちゃうんやけど、うわー、凍ってる凍ってる交差点バリバリ凍ってる。よし気を取り直していこう。さあ、国道5号線完全に一人旅となりました。車の通った輪立ちもほとんどないような状況で、今ね、上の赤い矢印が頼りです道はまあこの辺じゃろうみたいな感じで走るんですね冬はねこんな感じなんだね。もう完全に真新しい雪の上を走ってますね。でもね、意外とこういう路面って意外なほどグリップするんですよ。スタッドレスタイヤをちゃんと履いていたらの話ですけど、こういう路面はツルッツルに凍った路面とかよりべちゃべちゃの雪よりは断然走りやすいですね。はい。タイヤもいいっていうのもあるでしょうけど、はい。小樽まであと130キロほどですね。ずっとこんな道なんだろうか。いやそれはそれで楽しいけどね。よっしゃ、国道5号線道端のパーキングエリアです。結構ね、雪が積もってますよ。ほら見て、これね、10センチぐらいかな。で、なんか雪がこう、なんだろう、パウダースノーっていうのかなんかね、ちょっと違う粉っぽい雪。すごい雪積もってる。Z も少し埋まってるんだけど、なんか Z 汚くね、なんかめっちゃ汚れてね全然白くね。路面とかね、今日の天気こんな感じなんですけど、まだまだ走っていきましょう。ほんとスキー場を走ってるみたいすごい。また路面の状況は変わってて、少し雪が積もってますね。雪が積もってるとこをタイヤが踏みしめながら走っているっていう、そういう感じです。で、視界も悪いな。前に1台走ってる車がいるけど、かろうじて見えるぐらいかな。はい、そんな状況です。で、時刻14時なんですけど、もう2時間ほどしたら日が暮れてしまうので、日が暮れないうちに、前へ進んでいきたいと思います。うわ、真っ白だ。上の赤い矢印でさえ真っ白になっちゃってるよ。国道何号かもわかんねえ標識も雪でかぶってる。うわー、すごいな。こんな世界になるのか。ほんと別世界じゃな。でもしっかり走れるんだよなZ は頼もしいぜ。さあ、ニセコの方まで走ってきました。よいしょ。この先にね、ニセコビュープラザって道の駅があるんで、そこで休憩しようかな。上りの坂道発進だとさすがにリアタイヤがスピンしてしまいます。どこよ、駐車場の入り口。どっから入るのよ。ここかなもう道が分かんないんだよ。ここか。うわー、スタックしそうだ。雪が深い深い深い。さすがにニセコの辺は雪が多いね。よいしょ。よいしょ。休憩。道の駅ニセコビュープラザです。雪がめっちゃ降ってます。ですので、あった
高いほうじ茶を買いました。これで温まろう。なんか Z がエアロをまとってるみたいになってんだけど、ひげも生えてんじゃねえか。かっこ悪い、なんか。ああ、帰ったら洗車したいな。よいしょ。いやー、外は寒いね。やっと冬の北海道に来たっていう、そういう感じですね。こういう時はほうじ茶に限るぜ。雪は。で、目指している小樽の町までそんなにはないんですけど、やっぱね、明るいうちにこう距離を走りたいということで、これを飲んだらすぐに走っていきます。よっしゃ、それじゃあまた走っていこう。行くぜ、Z。小樽の町行こうぜ。ははは、滑る。気合い入れるのはいいけど、アクセルは慎重にいかんと滑るね。いやー、まあまあそれだけ滑りやすい路面を走ってるっていうことなんでね、見つけていきます。いやー、また雪が激しくなってきたね。わー、なんも見えない。前にね、ゆっくり軽トラが走ってくれてるからすごく助かってるよ。くっちゃんの方へ走ってます。もう雪がね、だいぶ積もってるというかね、道にも積もってきました。いやー、軽トラのテールライトがもうねえうっすらとしか見えねえもんわー、頼りねえと思いながら前の軽トラについて走ってます。この吹雪の中ね、レミオ路面の粉雪を聞いて走るんだけど、全然粉雪じゃねえって思いながら走ってます。はい、意外と楽しく走ってます。今くっちゃんの街を走行中です。ここに来て急にすごい雪が降り始めました。今日は本当に天候がコロコロ変わりますね。大雪のくっちゃんの街です。さあ時刻17時、小樽の町までやってきました。今小樽運河の横を走ってます。綺麗じゃん綺麗じゃんわ。今日のフェリーは10時頃に乗船開始だと思うんで、しばらくフェリーターミナルとかこの辺りでゆっくり時間を過ごそうと思います。今回初めて上陸した時と比べてすっかり小樽は雪の景色になってます。よっしゃー、新日本海フェリー小樽の港に到着です。いやー、北海道旅も終わりになっちまうのか。ちょっと寂しいというか、まだね走っていたい気持ちもあるけど、また来ればいいさ。それじゃあフェリーのチケットを買ってきます。うひょー、積もってる。フェリー乗り場もすごい積もってら。小樽港に到着です。Z もお疲れ様じゃなすごいワイドボディみたいになってる。うわー、ナンバープレートがセルフモザイクになってるよ。完全に見えない。よいしょ。はい、フェリーのチケットを取ってきました。フェリーの乗船までまだまだ時間があるので、いろいろ作業して待とうと思います。で、さっきね、そこでそこのセコまでカツ丼を買ってきました。いやー、小樽運河とかさ、行こうと思ったんだけれど、あまりにも小樽の街の路面がトゥルトゥルで、これは危ねえなと思って、やめときました。はい。今日はいろんな雪の道とか走ってきたんですけど、それでもね、一番滑る。もうトゥルトゥルに滑る。北海道の人よく事故とかしねえなとか思いながら走りました。よし、カツ丼じゃあいただきます。
だけどセコマのカツ丼もうまいです。フェリーの乗船までしばし待ちます。はい、今フェリーの乗船を待っています。この時間に今回の冬の北海道ドライブに向けて用意してきた道具をちょっとご紹介しておきますねせっかくですので使わなかったけど紹介します。まずこちら牽引ロープですね。牽引ロープと牽引フックを積んでます。とこちらバッテリー上がった時のためにブースターケーブルね。あとこれごっついシャベル。これは雪に埋もってスタックした時に雪を掘り出すために使うやつです。あとこちらスノーブラシ。これは今朝使いましたね。 Z の雪を下ろすのに使います。コンビニでも売ってました。北海道のコンビニね。これ氷を溶かすスプレー。これは旭川の時に使ったね、朝のガチガチに凍りついた窓とかを溶かすスプレーです。であと足りなくなった時に足すためのウォッシャー液ね。これもコンビニでは売ってるのですね、寒いところだと。あと非常食。本当に雪に見舞われてどうしようもなくなった時のためにこの中にカロリーメイトが入ってます。あとこれチェーン、スタッドレス履いていてもチェーンがあった方が安心ということでチェーンも持ってきました。はい、あと布団とか毛布とかも積んでます。こんな感じで北海道に来ました使わなかったけど備えあれば憂いなしです。もうすぐフェリー乗船です。港にフェリーが到着しました。もうすぐフェリー乗船です。さあ時刻は0時20分、いよいよ乗船が開始されたようです。乗り込んでいきますか。この雪の景色ともお別れか。名残惜しいですけどもうちょっとね走ってたかったなっていう思いもあるけど、また来ればいいからね、フェリー乗り込みましょう。わー、下に降りていくタイプだ。ひょー、ジェットコースターみたいな。おー、これよいしょ。フェリー乗船完了です。それではデッキに上がりましょう。帰りのフェリーは浜那須に乗船しました。行きの明石家と比べると少しシックな感じで落ち着いた雰囲気になっていました。本線浜那須は小樽港発舞鶴港行きでございます。また今後の天候によりましては舞鶴港に行航が大幅に遅れることも予想されます。皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。さあフェリーが小樽から舞鶴港へ向けて出港しました。また長い船旅です。北海道からフェリーが離れていきます。ありがとう北海道、また来ます。シーフードヌードル買ってきました。お腹が減ったんで。フェリー出港しましたね。今日もねやっぱ冬の時期のオフシーズンだからかお客さんは少ないみたいですね。こんな感じです。で、そろそろお風呂の締め切りが迫っているので僕はお風呂に入って今日はゆっくり休むことにします。はい、お風呂入ってきました。今日はこの一帯の部屋は人がいなくて、この部屋僕一人ですですので今日はゆっくり飲みます。旭川の男山で晩酌して寝ます。それじゃあさらば北海道。
海道乾杯。それで明日はフェリー旅を満喫して、また京都から岡山の方へ気を抜かずに走っていきます。それじゃあおやすみなさい。おはようございます。今お昼の12時です。フェリーは23時頃舞鶴港に到着するということで、あと11時間ぐらいフェリー旅ですね。なんかご飯食べたりのんびりしたりしてフェリーの、ね、時間過ごしていきます。で、今ね、窓の外の様子をお見せしますね。窓の外は今こんな感じです。水平線が見える海の上を航海中ですね。はい、寝床もこんな感じです。時刻16時、夕暮れ時になりました。今日はね、雲に覆われてそんなに夕日は見えてないですけど、綺麗な時間帯になってます。もう6時間ぐらいかな。6時間ぐらいフェリーに乗ったら下船です。それではもう少しフェリーを楽しみます。さあ、いよいよフェリーが舞鶴港に着岸しようとしています。もう目の前は京都舞鶴の街です。長かったフェリーですけどね、いよいよ舞鶴港に到着です。しかし帰るまでが旅ですからね、帰りも気を引き締めてきますよ。それじゃあ Z のところへ来ます。よいしょ。よいしょ。久しぶりの Z だ。それじゃあ気合い入れて帰ってくか、岡山に。よっしゃー、京都舞鶴に到着ですじゃあね、本当に大事に大事にこう岡山の方まで走っていきます。行くぜ Z。よっしゃー、鳥取砂丘の辺まで帰ってきました。時間は午前3時20分です。夜通し走ってますちっと砂丘で休憩しよっか。鳥取砂丘に寄ってみたんだけど、やっぱ夜だと何にも見えなくて、で星空もちょっと雲に隠れててあんまり見えなかった。仕方ないんで岡山まで走っていきます。スタート地点の岡山県津山市道の駅久米の里に走っていきます。まずは鳥取を抜けていくか。はい、今バイパスのパーキングエリアで一休みしていたところ、朝の5時だったんですけど、今ね昼の13時まですっかり寝てました。ちょっと疲れがあったのかな。でもしっかり休んだんで、もう行きますよ。出発地点まで、スタート地点まで、一気に走っていきます。よーし、帰ってきたぜ。岡山県です。故郷に帰ってきました本当にスタート地点まではもう少しです。よーし、気合い入れていこう。はい、そろそろスタート地点に到着します。それじゃあ今回の北海道旅を振り返ってみましょう。まずは岡山からスタートして鳥取砂丘の方に行きましたね。
リフトに乗ったけど風がぽっけり強くて早々に退散しましたその後は自販機うどんで暖を取って、舞鶴港へ向かいましたね。舞鶴港は21時間の船旅ですが、今オフシーズンなのか人があんまりいなくて、まるで貸し切りのような感じで船を楽しみました。デッキから見える夕日がすごく綺麗で、これから始まる冬の北海道旅かなり期待が膨らみました。で2日目、札幌の街で三好野のカレーと餃子を食べて、ソウルフードですね三好野を食べて、そこから岩見沢の方とかどんどん北上していきましたね。北上していくにつれて路肩の雪も増えてきて、北海道らしい冬の雪景色を見ることができました。内心はしゃいでたりしましたね。雪の上でもZちゃんと走るぞとかね思いながら走ってました。そして3日目はオロロンラインを北上していくんですが、本当に雪はなく普通に走りやすい路面でオロロンラインを満喫できました。特にね、夕焼けの道道106号線とかね、利尻富士の辺りはすごく綺麗でしたね。そのまま稚内に着きました。稚内では豪華な晩ご飯を食べて、ゆっくり休むことができました。そして4日目はね、宗谷岬へ向かうんですが、本当に稚内市内雪がなくて、防波堤ドームとかを見ながら宗谷岬へ向かいました。冬の宗谷岬に来たのは初めてだったので、またいい思い出ができたかなと思います。そして宗谷岬からどんどん南下していきます。旭川の方へ向かうにつれて、やっぱね、雪の量も結構増えてきて、この辺りは豪雪地帯なんだろうなと思いながら走ってました。そして旭川から今度は札幌の方へ向かっていくんですが、途中で青い池に寄ったりとかね、あとは雪の山を見に行ったりしましたね。この辺りは本当に雪景色が綺麗で、一方路面も凍結していて危ないところもあって、冬の景色の美しさと、あと冬の運転の難しさを知る5日目になりました。そして6日目は札幌から函館の方へ向かいます。冬の函館、夜の函館の夜景とかね、坂のあたりのイルミネーションとかめちゃくちゃ綺麗だし、ステランケーキも美味しかったし、函館は本当に素敵なところです。そして最終日ですね、7日目は訪れましたね。冬の北海道、試される大地。本当に昨日までとは一変した冬景色で、一日でこんなに景色が変わるんだなんて本当に思いました。でもね、本当に夏と冬で景色が全然違っていて、ドライブはね、奥深いものだなと思いましたね。はい。さあ、スタート地点までもう少しですねもう少しです。よっしゃー、道の駅久米の里、ガンダムがおるところ、スタート地点に帰ってきました。いやー、はるばる北海道まで行って帰ってきたねなんかガンダムが出発前より頼もしく見えるわ気のせいかな。よいしょ、それじゃあコーヒーを買ってきますか。お疲れ様でした。はい、ということで今回の分割日本一周特別編、冬の北海道ドライブ、いかがだったでしょうか。僕は冬の景色を見ながらドライブできてすごい楽しかったです。また機会があれば冬景色を探しにドライブ出かけたいなと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。